湯種を思いっきり増量したらどうなるんだろうね。やってみよう。快晴、どうも小麦です。晴れたね、白様です。最近ずっと雨続けだったから気持ちいいねって、あれいきなりキジコね。こちらは前日に仕込んだ湯種です。まだ湯種方式の研究やってたんだ。卵とマヨネーズと湯種方式で小麦タンパクを添加しない方法にある程度は成功したんですけどね。なんだか不満そうだね。卵を入れるとどうしても食感にさっくり感が増すんですよね。菓子パンならいいけどもっちり食感が欲しいパンもあるよね。なので今回は湯種を 60g から 150g に増やしてみた。生地全体の 30% が湯種。そして今回は卵とマヨなしの生地。研究熱が止まらない。そしてしっかり水を回してコカを強化したいから熱湯の温度が冷めてきたら10秒レンチン。もうババアの暴走が止まらない。レンチン追い熱2回繰り返したら冷蔵庫で一晩冷やします。これは前日の仕込みなんだね。今日のパンは高加水パンだからもっちり食感が命。相変わらずぶっつけ本番なんだろうな。そして翌朝、姫シャラの木がキラッキラ。世界よ、これが晴れ女の底力だ。いや、世界屈指の雨女だろう。この下流の風景好きなんですよね。迫力あるよね。アメンボさんの集団行動。雨が降り出したのかと思った。さあ、育った湯種を使って生地をこねましょうか。すんげえドロドロ。湯種はメリットとデメリットがあって、今日みたいなドロドロ生地で膨らませるのが目的ではないときは重宝するんだよね。湯種だけだと膨らまないの？熱でグルテン形成が阻害されるから湯種が多すぎると普通のパンは膨らまないんじゃないかな。じゃあこの方式は高加水パン限定だね。普通の加水率の時はこの配分の生地に卵とマヨを混ぜてみようかな。ババア研究楽しそう。分量の詳細は概要欄へ。さあ掃除だわっしょい。ヨシヒコの掃除フェスティバル。ガンムシで草。昇進の私、買い物へ。農家さんに癒されな。タケノコ食べたいな。酢味噌で行きたいね。このチャンネルではここ川沿いリバーサイド略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所など概要欄にいろいろ情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて今日の合言葉は湯種増量大作戦。コメント欄に書いてみて。いただいた玉ねぎを使ってオニオンブレッド作る。皆さん今日も優しさをありがとう。生地の中にも生地の上にも玉ねぎたっぷり乗せちゃうよ。玉ねぎってパンと相性いいんだよね。サラダ玉ねぎは生でも食べられる甘みの強い玉ねぎで粘膜への刺激も少なめです。粘膜弱々ババアにぴったりじゃん。まあそれでも今涙が止まらないんですけどね。どんだけ粘膜弱いんだよ。パンの中にベーコンも練り込んだろ。またシールを手の甲につけてる。手から剥がすとき結構痛いんだよね。
パッケージの上からスケッパーでカット。武将ここに極まれり。手もまな板も汚れないし便利ですよね。あ、シール剥がした。私の手の甲のタンパク質がシールに奪われました。1パックは生地の上のトッピング用にしよう。出た、チーズ。オニオンブレッドにはチーズっしょ。まあまあ入れたろ。イソジにしてはチーズ量多いな。チーズ量にイソジ関係ある？合法パウダーと生姜ニンニクオイル。間違いないやつ。これ全部パン生地の中に練り込みます。パン生地と同量くらいあるんじゃない？躊躇なく行きましょう。ババが躊躇なんてしてるとこ見たことないね。いやー、オニオンブレッドって楽ちんだよね。作り方合ってる？世のオニオンブレッドってもっと丁寧な工程があるんじゃないの？よし、こんなもんで許してやるか。湯種の効果か生地にめっちゃ粘りがあるな。今回も天板いっぱいに生地を広げてやりましょう。ババアお得意の手抜き成形。焼く前からあれなんですが、この生地めっちゃ成功してない？スライム並みの粘性。そしてダメ押しトッピング。玉ねぎスライスとベーコン。余すところなく敷き詰めてやりましょう。生地の中にも玉ねぎとベーコンがぎっしりだもんね。そして追いチーズ。悪魔かな。彩りトマト。今日は大きいトマトが高かったね。いつも買い物の帰りによる個人商店のおばちゃんの店もチェックしたけどトマト売ってなかった。いろんなところに網張ってんな。追い粉チーズ振ったら食べやすいようにカットしておく。やばそうなビジュアルだ。
そして恒例の防御壁。オーブンを守るための大事な工程だね。雪崩が起きたらシャレにならないもんね。ほんじゃ焼かれておいで。美味しくおなり180度の上下ファンヒーターで45分。残りの10分は250度の上ヒーターにしたよ。さ、ミーチョさんに癒されよ。 Wait ima esogashnin. 旦那氏が猫たちにご飯をやっている。 Papan warti onaka pekalinia. 許すまじ旦那氏。おっさん逆恨みで草。ハートブレイクウィンナー。今日は昇進の日だね。ちょっとパンが簡単すぎるのでウインナーと卵でお茶を濁します。ついで感がすごい。ウインナーって本当に便利だ。彩りも増えるし、なんなら一品増えるしね。サラダにウインナーとオムレツを添えたらこれもう立派なランチじゃん。朝食。オムレツは激ゆる半熟派。トロトロ卵最高。よし、一品できた。おっさんがちょっとかわいそうに思えてきたな。彩り100点満点賞。悔しいけど間違いねえ。パンが焼ける間にスイーツも用意しとこう。いつものヨーグルトスイーツね。そろそろ冷凍ベリーがなくなってきたな。またおっさんにお使い頼まないと。今度は何を買ってくるかな。毎回頼んだものと絶妙に違うものを買ってくるよね。オニオンブレッド焼けた。おかえり生地。激アツすぎて指先やけど不可避。気をつけて。追いカット。食べるときすぐもたもたするからね。表面ザクザク中もっちりな手ごたえあり。これは期待できるね。完成しました。オニオンブレッド。湯種たっぷりもちもちブレッド。それではいただきましょう。後
漬けのサラダの彩り作戦成功してて草。この彩りがなかったら結構しょぼかった気がするな。トロトロのオムレツうめえ。ああ、そっちの感想求めてないね。それでは行ってみましょうか。湯種たっぷりの高加水オニオンブレッド。やっぱ高加水パンはもちもち食感じゃないとね。もたもたしてんな。熱くて触れない。おっさんがっつりホールドして食べてるじゃん。だから旦那氏手の皮バグってるんだって。味はどう？いやこれ大成功。湯種増量大作戦成功したんだ。高加水パンの時は湯種を思い切って 30% パターン完全にありだわ。これは黄金率発見かな。大発見。高加水な湯種のオニオンブレッド美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？湯種増量大作戦。バイバイ。